こんにちは、みるみるです。この動画は過去2本の動画とそれ以降の新カード情報を追加した疾風のきらめきの新カード情報のまとめです。疾風のきらめきから2色デッキが本格参戦となり、今回から色ごとではなくデッキタイプや関連カードごとに紹介していきます。まずはレベル2時ターンカットイン AP+3000 の角色主人公カードが登場します。今まで時ターン AP+3000 カットインは角色レベル3で登場していましたが、レベル3は優秀なカードが増えた一方、その枠を割いてレベル3時ターン AP+3000 を採用する人はかなり稀なため、レベルにかつ恵まれた名称を持って再登場ということですね。服部英二と赤井秀一は名称的に特に恵まれており、さらに偶然にも緑と赤にはレベル2の時ターン中 AP3000 以上を出せるカットインが存在しないため、ガチカードといっても過言ではなさそうです。まず青はレベル4以下の少年探偵団を活用するカードが続々登場。俗に言う少年探偵団アグロというデッキタイプは、一段の青イベントカード少年探偵団の存在により存在はしていましたが、昨今の突撃枚数の増加やレベル7、6のカードパワーの上昇により、逃げ切りプランの成功率が下がったため、現在競技シーンで見かけることが少なくなりました。さて、そんな少年探偵団アグロを強化するカードを見てみましょう。レベル7はガサ博士、ファイル6以上宣言スリープ。自分のリムーブエリアにあるレベル4のカード名の異なる少年探偵団キャラを2枚まで登場させる。自分のファイルエリアにあるカードを上から1枚リムーブする。リムーブのレベル4の少年探偵団を2体登場させられるアガサ博士が登場。レベル4以下ではなくレベル4固定という部分には注意が必要ですが、アクティブ登場というのはかなり強力。しかし能力でファイルを削るので逃げ切りで使いたい能力ですね。レベル4の少年探偵団は LP2 になる強力なコナンが存在しますが、今回の疾風のきらめきで他の少年探偵団も新たにレベル4で登場。レベル4小島源太、相手ターン中ターン1このキャラがガードした時、自分の現場に小島源太以外のレベル4少年探偵団のキャラがいる場合、ターン終了時までこのキャラを AP+2000 する。比較的緩い条件で AP6000 になれる小島源太。レベル4吉田あゆみ、相手ターン中自分の現場に吉田あゆみ以外のレベル4少年探偵団キャラがいる場合、相手はカットインを使用できない。相手のカットインを止める吉田あゆみが登場。先ほどの源太とカットイン足す2000を組み合わせることで、源太が AP8000 カットイン不可という突破が困難なキャラになりますね。レベル4円谷光彦、ミスリード1、相手ターン中ターン1このキャラがミスリードした時、自分の現場に円谷光彦以外のレベル4少年探偵団キャラがいる場合、このキャラをアクティブにする。ミスリード1を持ちながら条件を満たせばアクティブになれます。 LP2 のキャラの推理に対してミスリードを行った場合、ミスリードを行った時にアクティブになるため、即座にもう一度ミスリードを行うことで実質的にミスリード2になるかは最低待ちですね。つまり相手のアクションハゲンタとあゆみちゃんで防ぎ、推理は光彦のミスリードを妨害して相手のリーサルを阻止するというデザインになります。しかしこの3体は LP0 のためいくら相手のリーサルを防いだところで、こちらの勝ち筋はなさそうですが、レベル4は茨い宣言ターン1自分の現場にいる元の LP が0でレベル4の少年探偵団の全てのキャラをターン終了時まで元の LP を1にする。原作さながら少年探偵団をリードするは茨いを再現したような。 LP0 の少年探偵団を LP1 にする能力を持ったは茨いが登場。このカードの存在により相手は LP0 といえども放置ができなくなりますね。レベル7イベントカード腐るなよ、自分のファイルエリアにあるカードを上から1枚リムーブし、自分の現場にいる結成少年探偵団を1枚リムーブしてもよい。そうした場合、自分のリムーブエリアにあるレベル4以下のそれぞれカード名の異なる少年探偵団のキャラを5枚まで選び、スリープ状態で登場させる。この効果によってキャラが5枚登場した場合、キャラを1枚まで選びリムーブする。このターン中、自分はネクストヒントできない結成少年探偵団を分解することができるイベントカードで、条件を満たすとなんと5体展開と除去がつくダイナミックなイベントカード。しかしながらその条件の早期の達成はかなり難しい上に、ファイルを1枚削るデメリットや全員スリープ登場というのがかなり厳しい印象を受けますね。疾風のきらめきで登場するレベル4の源太と光彦はアクティブで存在しないと役に立たないため、この腐るなよを採用する場合はまた違ったデッキ構築を要求されそうです。またレベル4少年探偵団サポートとして、レベル5円谷あさみ、相手ターン中現場リムーブ時自分のリムーブエリアにある円谷光彦か
レベル4の少年探偵団キャラを1枚まで選び手札に加える。光彦ならレベルを問わずリムーブから回収できるお姉ちゃん。現場リムーブ時というテンポの悪さが気になりますね。このレベル4少年探偵団を使った対戦動画は投稿済みです。正直現代環境では結構厳しそうです。過去のテーマの強化としてレベル8毛利小五郎、絆木先襟宣言ターン 1AP8000 以下のスリープ状態のキャラを1枚まで選びリムーブする。自分の現場にいる木先襟を1枚まで選びアクティブにする。レベル7木先襟、登場時 LP1 以上のキャラを1枚まで選びスリークさせる。ターン1自分の現場にいる毛利小五郎か AP8000 以上のキャラがアクションした時、このキャラをスリークさせてもよい。そうした場合レベル7以下のスリープ状態のキャラを1枚まで選びリムーブする。おなじみの毛利小五郎サポートカード。レベル8毛利小五郎は非弁護士 SOS と使うと既存の SR レベル8毛利小五郎同様強力ですね。レベル7木先襟は相手が全員アクティブでターンを返した時の開始札になります。毛利小五郎デッキでは新たなる謎のレベル7木先襟の方が依然として強力なため、こちらの木先襟の採用は要検討ですかね。また診断強化カードとしてレベル7毛利蘭が登場。突撃、絆工藤新一自分ターン中ターン1、自分の能力効果等で手札から工藤新一か毛利蘭を公開した時、手札を1枚リムーブしてもよい。そうした場合レベル7以下のキャラを1枚までリムーブする。シンプルな突撃と絆工藤新一によって診断デッキではおなじみの手札公開に誘発して相手の除去が行える能力。今なお強力な一段 SR 毛利蘭が AP7000 まで上昇してスリープ状態のレベル8でもコンタクトで除去できる可能性があるのに対して、こちらは AP6000 と AP がレベル8を倒しに行くには心もとないですが、レベル7以下を2枚除去できるのは強力であり、順序的にガード要員の低レベルキャラ除去して現場に残ると厄介な。レベル6遠山和和などをコンタクトで取れるため現代環境では活躍が見込まれそうですね。青タンミステリーレアとしてついに工藤新一毛利蘭が登場。イラストの場面は外交官殺人事件ですが、全く青緑向けの能力ではありません。どうして？自分ターン中ターン1自分の現場にこのキャラ以外の工藤新一か毛利蘭が登場した時、相手の現場にいるレベル9以下のキャラを1枚まで選びリムーブするかデッキの下に移す。自分ターン終了時手札から工藤新一か毛利蘭を1枚公開してもよい。そうした場合自分の現場にいるレベル8以上の工藤新一か毛利蘭を1枚まで選びアクティブにする。パートナーエリア発動か。ネクストヒントで工藤新一か毛利蘭を登場させる必要がありますが、リムーブかデッキ下か選べる除去ができます。またターン終了時に工藤新一か毛利蘭を公開することでキャラをアクティブにできます。いずれの能力も診断デッキではたやすい条件ですので実質ノーコストと言えますし、レベル8工藤新一と現場に並べると相手はミステリーレアから除去する場合、レベル8工藤新一でハンデスが加わるのは強力ですね。戦術のレベル7毛利蘭とは相性が良く、このミステリーレア診断がパートナーエリアにある限り毎ターンレベル7毛利蘭の能力を発動させることができます。その一方でレベル8毛利蘭や一段レベル7毛利蘭とはガード強制を付与できるミステリーレアコナン新一の方が強く使えるため、依然としてコナン新一の方が良くないかなと思ったりします。レベル6赤木秀夫、このキャラが AP6000 以上の場合、このキャラは突撃を持つ。登場時手札を1枚リムーブしてもよい。そうした場合自分か相手の現場にいるキャラにセットされているカードを1枚まで選びリムーブする。レベル2赤木守、自分ターン中自分の現場にいるサッカー選手を AP タスセンする。ひらめきサッカー選手リムーブ回収。謎のサッカーセンス強化。レベル2赤木守はサッカー選手デッキにおいてはかなり強力。一方で赤木秀夫は2段のレベル5キールとどっぽいどっぽいの性能をしており、そのレベル5キールが今まで一度も使われたことがないことからすると、この赤木秀夫はネタカードの域を出ていない気がしますね。ミステリーレア工藤新一&服部英二、なんと LP が初の3。宣言ターン1相手の現場にいるキャラを1枚まで選びデッキの下に移す。相手のファイルエリアにあるカードを上から1枚表向きにする。宣言ターン1カード名を1つ指定し、相手のファイルエリアにあるカードを上から1枚リムーブし、相手はデッキのカードを上から1枚裏向きのままファイルエリアの上に置く。この効果によって指定したカード名のカードがリムーブされた場合、自分はカードを2枚引き手札を2枚リムーブする。パートナーエリア宣言可能。除去しつつ相手のファイルエリアのカードを表向きにする上能力と、ファイルエリアのカード名を当てることで手札交換ができる下能力を持っています。
青緑デッキではファイルエリアのカード名を当てるのがメインギミックとなり、青緑能力付き事件外交換殺人事件では解決編宣言ターン1裏向きの証拠を2つ表向きにする。カード名宣言、相手ファイル一番上入れ替え。カード名正解の場合、レベル6のキャラを1枚まで選びターン終了時まで突撃キャラを与える。こちらはカード名が当たるとレベル6のキャラに突撃キャラが与えられます。レベル6以下ではなくレベル6固定なのには注意ですね。レベル8江戸川コナン。自分ターン中現場にいるこのキャラをレベルマイナスにする。事件青緑自分ターン中ターン1このキャラ以外のレベル7以下の聖火緑のキャラが自分の現場に登場した時 AP8000 以下のキャラを1枚までリムーブ。絆ハットリエイジ宣言ターン1デッキのカードを上から1枚リムーブする。カード名宣言、相手ファイル一番上入れ替え。カード名正解の場合、キャラを1枚まで選びターン終了時まで AP 足す2000する。外交官殺人事件と組み合わる前提のレベル8コナンといったところですね。このカードの性能をフルに使うには結構条件が多いため、現状では苦節よカード感がしますね。レベル8ハットリエイジ。登場時レベル8以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。事件青緑相手のファイルエリアにあるカードを上から1枚表向きにする。相手のファイルエリアにある一番上のカードがキャラの場合、キャラを1枚まで選びターン終了時まで AP 足す1000する。青緑デッキでは重要な相手のファイル上をめくれるハットリエイジ。先ほどのコナンとファイル7で迅速を登場させつつファイル上当てが全て成功した場合、 AP8000 以下除去、レベル8以下除去、レベル8コナンキャラつつ、レベル7迅速と3除去1迅速なのは結構強力そうですね。レベル7本堂エイスケ。事件青緑宣言スリーク手札から探偵キャラを1枚公開する。レベル7以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。この宣言能力のコストによって江戸川コナン角堂新一を公開していた場合、相手のファイルエリアにあるカードを上から前表向きにする。極めて緩い条件で除去と青緑デッキにおいては重要なファイル上公開が可能なため、3枚投入は必須ですね。レベル7を着た創始突撃。事件青緑。このキャラがコンタクトによって相手キャラをリムーブした時、相手のファイルエリアにあるカードを上から1枚表向きにする。青緑デッキのファイルカードの名称当てをサポートする能力。カード自身の能力は超シンプルですが、他のカード名称当てカードと組み合わせてさらなるアドバンテージを取りたいところ。ひらめきスリープの有無はありますが、4枚目以降の本堂英介といったところでしょうか。レベル6遠山和はパートナー緑解決編登場時、自分の現場にいるレベル6以上の探偵キャラを1枚スリークさせ、手札を1枚リムーブしてもよい。そうした場合、レベル7以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。この効果によって服部エイジか江戸川コナンをスリークさせた場合、カードを1枚引く。相手の現場にいるキャラがこのキャラとのコンタクトによってリムーブされた時、カードを1枚引く。レベル6以上のヘイジかコナンをスリークさせると実質的にノーコストでレベル7以下除去が行える数は、主流の緑アブロ的には能力的には4段レベル6数はからプロモ5ヘイジを出しつつ除去を行う流れの方が強いので、採用するとすれば5プロモエイジに枠を避けない構築の緑コントロールや青緑デッキになりそうですね。レベル8ヘイジ登場させてからネクストヒントでこのキャラを登場させて、レベル8ヘイジ能力でキャラをめくってこのキャラを AP 上昇させつつ、外交官殺人事件の能力でこのキャラにキャラ凸を与えて積極的に能力を使いたいですね。青パートナーの青緑デッキの対戦動画は投稿済みです。結構テキストがややこしいので頭を使うデッキです。続いては緑のカード。緑単としては新たなデッキタイプはなく既存のカテゴリーの強化が多く、地道に強化が入る大阪府警関連カードとして、レベル7服部平蔵。自分の現場にいるこのキャラ以外の大阪府警のキャラに、相手ターン中現場リムーブ時カードを1枚引き、手札を1枚リムーブ数を与える。パートナー緑宣言スリーク手札から偵察のキャラを1枚公開する。相手の現場にいるレベル7以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。スリーク状態のキャラをリムーブした場合、自分のデッキのカードを上から1枚裏向きでこのキャラにセットする。全体的な印象としてはレベル7大鴨道の大阪府警リメイクといった感じのキャラで、このキャラ以外の大阪府警に手札入れ替え能力を与える能力と、手札から警察を公開できれば単体でレベル7以下キャラを除去できますね。レベル2大滝五郎。自分の現場に大阪府警のキャラが2枚以上いる場合、このキャラはスリープ状態でもガードできるを持つ。条件は現状、専用構築を求められるレベルですが、条件を満たせるとレベル2キャラとしてトップクラスの優秀さを誇りますね。よもみ強化として、レベル7より無が、
絆大岡もみじ自分ターン中 AP+2000。ターン1相手の現場にいるキャラが自分の現場にいるより無我とのコンタクトによってリムーブされた時、自分のリムーブエリアにあるレベル6以下の大岡もみじを1枚まで選びスリープ状態で登場させる。全体的にかなり強力なより無我のカード。よもみデッキではファイル7で登場させるべきカードとしてはレベル7大岡もみじ1よとなりがちでしたが、より無我がコンタクトによるキャラリムーブが確定できる場合において、ファイル7でこのレベル7より無我を登場させても十分強力であり、先に登場させたより無我の突撃でキャラリムーブすれば、このキャラの条件を満たせるため8段大岡もみじで突撃を与えればこのキャラも動かすことができますし、ミステリーレアよもみもしくはミステリーレアへ意地をきた小も大を兼ねるで3段より無我、この9段より無我の展開ができれば3段より無我の能力とこの能力の組み合わせで2対レベル6大岡もみじが登場するため、なんとコンタクトが絡む必要がありますが5面展開1除去2突撃という強力なゲーム展開を行えます。レベル5大岡もみじ。宣言ターン1現場にいる裏向きでセットされているカード1枚か手札を1枚リムーブする。スリープ状態のキャラを1枚まで選びスタンさせる。自分のセットカードが手札を1枚リムーブすれば相手のスリープ状態のキャラをスタンさせられる大岡もみじ。個人的には優秀な能力なものの枠があるかなといった印象ですね。レベル8綾野浩二文丸。2段から登場する以外とフル株な綾野浩二警部もレベル8で登場。能力は至ってシンプル。宣言ターンに手札からマロちゃんを1枚まで登場させる。なんとレベルの制約なく手札からマロちゃんを2回登場させられます。レベル5マロちゃんは登場時カードを1枚引ける AP5000 突撃。やってることはなかなかに強力。登場させられるマロちゃんには制約がないため、ミステリーレアやレベル8の最上級のマロちゃんが登場した際は一気に環境を制するかも。レベル2松田左文字。なんと2枚目の松田左文字が登場。自分の現場の探偵の枚数 ×AP 線上昇の普通に5色探偵デッキで採用できそうな強力なカードですね。レベル4新名香り。登場時自分のリムーブエリアにある探偵キャラを1枚まで選び手札に加える。最速登場ターンになる2ターン目ではリムーブエリアにカードがあるかどうか難しいところですね。変わったところではレベル9沖やセラとクス川探偵と採用した赤緑デッキでクス川探偵をコストとしたターンにこのキャラを登場させてクス川探偵を回収する4枚目のクス川探偵としての使い方がありそうですね。レベル5水走り子。宣言スリープデッキの下に移す。自分の現場にいるこのキャラ以外のレベル6以下のキャラを1枚まで選びターン終了時まで突撃とターン終了時このキャラをリムーブするを与える。調整版レベル6ベルモットといった感じの能力ですが、キャラの登場が消えた代わりにレベルの対象がレベル6と1つ広く、また能力の対象となったキャラはターン終了時にリムーブされます。強いて言うならベルモットでは行えないレベル6竜神に直接突撃を与えられるのはメリットですかね。レベル6ひょっとしたら解決編自分のデッキのカードを上から4枚公開し、その中からレベル6以下の高校生キャラを1枚まで登場させる。自分のファイルエリアにあるカードを上から1枚リムーブし、公開したカードの中からレベル6以下の高校生キャラを1枚まで登場させる。お3回まで行ってよい。その後公開したカードの残りをデッキ下に戻す。最初の公開した4枚に高校生が多く含まれるならファイルをリムーブし続けて連続で登場させられるイベントカード。運よくレベル5黒バカイトとレベル6中森青子やレベル5北宗師が絡めば大量の突撃が可能。またファイルリムーブすることは強制ですが、そうした場合がないためレベル7遠山和和でファイル0で発動した場合はファイルのリムーブを無視して展開ができるため奇跡的な逆転ができるかも。レベル5朝日差し夕日化学鉄の亀黄金1000枚2000倍。カード名が長い。自分のリムーブエリアにあるイベントを2枚まで選び手札に加える。このターン中自分はイベントを使用できない。リムーブエリアのイベントを2枚回収できるもののイベントを使えない制約が課せられるイベントカード。緑は AIDA においては風神剣を手札に加えてレベル8を20などの証拠入れ替え能力で置くということも可能。しかしファイルを切ってわざわざイベントを回収すべきかは疑問点が残るところ。続いては白のカード。白単色のカードとしては過去のカテゴリー強化のカードからレベル極道優作突撃キャラ絆黒馬統一自分ターン中 AP 達成。絆駆動ゆき子登場時ターン終了時までこのキャラは突撃事件を持つ。単体ではレベル5キャラ筒と悪くない性能を持つ駆動優作。それをサポートするカードとしてレベル7黒馬統一
変装時自分のリムーブエリアにある駆動優作を1枚まで選び手札に加える。登場時このキャラをスリークさせてもよい。そうした場合、手札からレベル6以下の駆動優作を1枚まで登場させ、自分のデッキのカードを上から1枚裏向きでそのキャラにセットし、カードを1枚引く。変装ファイル7以上。駆動優作をサポートするレベル7クロバト1。変装を持っていますが変装として使うよりかは普通に登場させて、先ほどのレベル5駆動優作やレベル4駆動優作を登場させて、キャラを展開しつつレベル7以下キャラを処理したいですね。2段レベル8駆動優作とも相性が良いため、なかなか面白いデッキが組めそうですね。レベル6駆動ユキコ。宣言スリープデッキの下に移す。手札からレベル6以下の聖火白のキャラを1枚まで登場させる。ベルモットを調整したような駆動ユキコ。突撃は扱えらず、対象が聖火白ですがレベル6以下まで登場させられるので、ファイルを全部めくり切って竜神を直接登場させますか。特に相性の良いレベル6駆動新一が登場しないので、今後に期待といったところ。レベル6ナイトバロン。駆動優作が江戸川コナン誘拐事件で扮した姿ですね。このキャラが推理かアクションした時、以下から1つ選んで行う。自分のリムーブエリアにあるレベル4以下の聖火白のキャラを1枚まで選び登場させる。自分のパートナーエリアに色を2つ以上持つミステリーレアのキャラがいる場合、キャラを1枚まで選びスタンさせカードを1枚引く。推理かアクション時にリムーブのキャラを登場させるか、多色ミステリーレアが存在すればキャラをスタンさせつつドローができます。現状、このナイトバロンと相性の良い多色ミステリーレアは存在しないため、青白ミステリーレアの登場が期待できます。レベル6江戸川文雄。ナイトバロンと同じく江戸川コナン誘拐事件に登場した工藤由紀子扮する姿です。宣言スリープ自分の現場にいるナイトバロンを1枚まで選び、突撃を与える。ナイトバロン専用のサポートカードですね。工藤由紀子、ナイトバロン、江戸川文雄とレベル6で統一されており、青のキャラも登場させられるようになっています。これらのキャラと相性の良い青キャラの登場に期待ですね。教祖のデッキの強化として、レベル8京極誠、突撃。このキャラのアクションがレベル6以下のキャラによってガードされた時、アクション終了時までそのキャラに、このキャラはコンタクトによってリムーブされないを与える。宣言ターン1。このターン中、このキャラのアクションがガードされていた場合、レベル7以上のキャラを1枚まで選びリムーブする。かなりヘンテコリンな能力を持つ京極さん。相手にスリープ状態のレベル7以上キャラへの突撃を通すか、低キャラでガードされるとそのキャラを見逃す代わりにやっぱりレベル7キャラを能力で除去できる。変則的な宣言スリープでレベル7以上除去の京極さん。なおレベル7以上のキャラでガードされる分には見逃す能力は発動しないため、ミステリーレアコナン新一でアクティブのレベル7以上キャラに強制ガードを与えてコンタクトで除去して、さらにガードをされた条件を満たすため宣言ターン1の除去能力を発動できます。ミステリーレアコナン新一と盤面の状況にはよりますが、レベル7以上キャラを2体倒せるのは優秀。レベル7鈴木その子。登場時このキャラをスリークさせ、手札から鈴木財閥のキャラを1枚リムーブしてもよい。そうした場合、リムーブしたカードのレベル以下のレベルのキャラを1枚まで選びリムーブする。狙い目としては登場時レベル7以下を除去できるレベル8鈴木その子を捨てることでレベル8を除去したいところですね。絆京極誠宣言ターン1相手の現場にいるレベル6以下のキャラを1枚まで選び、ターン終了時まで強制ガードを与える。ミステリーレアコナン新一と組み合わせて使われていた3段レベル8京極誠と相性が良く、おおむねレベル6以下のキャラはレベル8京極誠の連続アクションの条件である AT6000 以下ばかりですね。一方で前述した疾風のきらめきに収録されるレベル8京極誠とは相性が悪く、コナン新一と採用してしまった場合に、ミステリーレアコナン新一、京極誠、その子の進行をうったりしてしまうと、ネクストヒントで青のカードを使用していないため、さらにもう一度ネクストヒントで青のカードを出す必要がありますし、そもそもレベル8京極誠でレベル6以下ガード強制はあまり美味しくありませんからね。レベル8中森青子。登場時自分のパートナーエリアかリムーブエリアにあるビッグジュエルイベントを1枚まで選び手札に加える。宣言ターン1手札からレベル5ビッグジュエルイベントを1枚まで使用する。使用した場合、自分のリムーブエリアにあるレベル3以下の塩キャラを1枚まで選び手札に加える。カードを手札に加えた場合、手札を1枚リムーブする。魅惑のマジックで登場したビッグジュエルサポートカードとしてレベル8中森青子が登場。レベル8にしてはかなりイラストが可愛らしいですね。この能力は魅惑のマジックで登場したミステリーレアカイト&青子のレベル9キャラが除去できない
レベル3キャラが手札にないと役に立たないという二重の弱点を補う1枚となっており、ミステリーレア怪盗青子登場後、ネクストヒントでこのレベル8青子登場。登場時の能力でレッドティアを手札に加え、宣言能力で手札に加わったレッドティアを発動し、レベル3キャラを回収。ミステリーレアの宣言能力でレベル8キャラを除去しつつ、リムーブエリアにあるビッグジュエルイベントをパートナーエリアへ移動。これでパートナーエリアにレッドティアとミステリーレアの能力によって置かれたビッグジュエルが2枚あるので下能力の宣言ができます。当時人気キャラの待望のフィーチャーだった魅惑のマジックの目玉キャラでありながら、環境において活躍が目立たなかったビッグジュエルが球団では日の目を浴びるかもしれませんね。またレベル2黒バカイトも合わせて登場。癖のないカットインですが、新たなる謎のベルモット同様 CP になると人気になりそうですね。テレビアニメコナンではキッド VS ハクバーズールスローンのエピソードを放送したためか、そのエピソードのカードも登場。まずは鈴木次郎吉。登場時自分の現場にこのキャラ以外の鈴木財閥キャラがいる場合、カードを1枚引く。自分の現場に探偵のキャラがいる場合、レベル7以下のキャラを1枚まで選びスタンさせる。鈴木財閥と探偵が現場に存在するタイミングで登場させられれば、ドローとレベル7以下スタンがある次郎吉ですね。両方の条件を満たした場合は強力ですが、なかなか難しそうというのが率直な感想ですね。レベル5白馬探る。宣言ターン1手札を1枚リムーブする。この宣言能力のコストによってリムーブしたカードのレベル以下のレベルの探偵を1枚まで選びスタンさせる。レベル5にしては宣言ターン1で相手キャラをアクティブからスタンできるのは強力ですが、その対象が探偵に固定されているのがかなり厳しいですね。レベル5ルパン。絆鈴木次郎吉突撃キャラ。登場時カードを1枚引く。レベル3次郎吉の後に登場させられば強い。とはいえ、お突撃先駆の白キャラにおいては見劣りしますね。レベル3南條金次。萩原千和や初登場エピソードの風の女神からカード化。自分のターン終了時、自分の現場にいるこのキャラ以外のキャラを1枚スリークさせてもよい。そうした場合、このキャラをアクティブにする。宣言スリーク手札を1枚リムーブする。自分のリムーブエリアにある鈴木財閥のキャラを1枚まで選び手札に加える。同じくレベル3で鈴木財閥回収ができる鈴木綾子の方が使いやすい気がしますね。名称変更を軸とした白木デッキが登場。白木ミステリーレアとして怪盗キッド&アムロ徹という人気男性キャラのミステリーレアが登場。宣言ターン1自分の現場にいるレベル8以下のキャラを1枚選んでもよい。そうした場合、自分のデッキのカードを上からそのキャラと同じレベルで同じカード名のキャラが出るまで1枚ずつ公開し、それを登場させターン終了時まで。ターン終了時、このキャラを現場からデッキの下に移すを与える。残り公開カードをデッキ下に移し、シャッフル。使い方としてはターン最初にこのキャラを登場。ネクストヒントでレベル8キャラを登場。そしてこのキャラの能力でもう1体目のレベル8キャラを登場させるという流れになりますね。下の能力は、宣言ターン1手札からレベル8以下のキャラを1枚公開する。自分の現場にいるキャラを1枚まで選び、ターン終了時までカード名を公開したキャラのカード名に置き換える。パートナーエリア宣言下。ユニークな使い方としては、LP にもろ伏高明夫佐藤美和子に名称を変更し、上原優衣で迅速を与え、一旦推理。さらにイベントカードブライダルは女が主役で、カード名佐藤美和子のもろ伏高明をアクティブにすることで、もう一度推理を行うことでネクスト2回で4勝を超えることができます。レベル8黒馬怪盗この能力で登場させ、何らかの方法でアクションさせて、能力によって怪盗キットに入れ替えることに成功すると、レベル8黒馬怪盗によって登場したレベル8怪盗キットにはデッキ下に戻る能力は与えられていないため、レベル8キャラが1体多くなるコンボもあります。上能力はやや不確定感があるため、評価が難しいところですが、下能力は名称変更というユニークな能力のため、様々なカードとのコンボが開発されそうですね。レベル8怪盗キット。手札からレベル8以下のキャラを1枚公開してもよい。そうした場合、ターン終了時までこのキャラのカード名を公開したキャラのカード名に置き換える。ファイル5以上宣言ターン1自分の現場にいるこのキャラと同じカード名のキャラの数につき以下を行う。2枚以上 AP8000 以下のキャラを1枚まで選びデッキ下に移す。5枚以上ターン終了時までこのキャラは突撃事件を持つ。自身のカード名を書き換える能力と、自分の現場の同盟キャラの枚数によって能力が得られる怪盗キット。ファイル8でこのキャラを登場させ、アシストネクストで登場させる予定のカードに名称を変えて、
アシストネクストでレベル8キャラを登場させる普通の流れを行えば実質的にノーコスト除去が可能。一方、自分の現場に同盟キャラ5体はファイル8スタートではかなり厳しく、ファイル9スタートで手札に迅速やロボットクロバ回答をためつつ、かつて2段環境のファイル4でと落ち事件突撃をリーサルを決めるような起死回生の一手のような使い方になりそうですね。また、白き能力事件としてキッド VS アムロクイーンズバングが登場。将校2枚を表向きにしてカード名を宣言して、現場にいる指定したカード名のキャラの枚数分、デッキを上から確認し、指定したカード名のキャラがいればそのうちの1枚を手札に加えられる能力。白きミステリーレアやレベル8キットがカード名を変えられますが、それにしてもかなり使いづらさが目立ちますね。回答キットの種類がもっと増えればワンチャンありそうですが、レベル2、いつの間にカードを1枚引き、手札から自分のファイルエリアの枚数以下のレベルの白キャラを1枚まで登場させる。ターン終了時までそのキャラのカード名を自分の現場にいるそのキャラ以外のレベル8以下のキャラ1枚のカード名に書き換えてもよい。カットイン自分ターン中カード名を1つ指定し、自分の現場にいる指定したカード名のキャラ1枚につき AP 達成。白キャラを登場させつつ同盟キャラカードを増やせるイベントカード。カード名をコントロールする白きデッキにおいては必須と言えるイベントカード。ただし登場させられるのは白キャラのみなので、黄色キャラが多いと事故の可能性には注意。レベル7中森銀蔵。登場時手札を1枚リムーブしてもよい。そうした場合、自分のリムーブエリアにあるレベル6以下の木の警察キャラを1枚まで選びスリープ状態で登場させる。事件白き宣言。現場にいるレベル6以上の木の警察キャラを1枚このキャラの下に重ねる。レベル6以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。登場時能力はレベル7諸伏広光の方が範囲が広いですが、注目したいのは現場のレベル6以上の木の警察キャラをコストにレベル6以下のキャラを除去できる能力。そのため実質的には単体で手札を1枚コストに展開か除去ができるカードと言っても良いでしょう。登場先の候補は高校2ターン目で5つの殴り合いをした後にレベル6巻コーヒー風見の登場で、風見の能力によって相手の5つをスリープスタンの後に銀蔵の能力でアクティブキャラ除去を行えると結構強いですね。レベル6めぐれ十三。登場時自分の現場にいるレベル7以上の白の警察キャラを1枚まで選び、ターン終了時まで突撃を与える。戦術のレベル7中森銀蔵とは相性が良く、レベル7中森銀蔵に突撃を与えた後に銀蔵の能力で除去が行えますね。めぐれ十三は高い AP を持っていることが多かったですが、このカードは AP4000 と控えめ。レベル4榎本あずさ。事件編登場時自分のデッキのカードを上から3枚見る。その中から白柿のキャラ1枚までと白柿のイベントを1枚まで公開して手札に加え、残りをリムーブエリアに移す。カードを手札に2枚加えた場合、手札を1枚リムーブする。解決編自分ターン中ターン1。このキャラかアムロスか怪盗キットが自分の現場に登場した時、相手の現場にいるキャラを1枚まで選びターン終了時までレベルマイナス1する。登場時はなんと白柿のキャラとイベント2枚を手札に加えられる能力。サーチ能力としてはかなり優秀なため、様々なデッキへの採用に検討できますね。また解決編は登場時にポアロ得意のレベルを下げられる能力により、高レベルキャラのレベルを下げて除去を狙っていきたいところですね。赤井秀一セラマスミ。最強の兄弟がミステリーレア化。宣言ターン 1AP9000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。この能力は自分の現場に赤池が3枚以上いる場合に宣言できる。宣言ターン1自分の現場にいる赤池のアクティブ状態のキャラを1枚まで選び、相手ターン終了時までこのキャラはスリープ状態でもガードできるを与える。パートナーエリア宣言か。沖谷セラや秀一ジョリと優秀なミステリーレアが続いた赤ミステリーレアにしては若干癖の強さが否めませんね。除去を行う条件が赤池の3体以上という条件がやや厳しい。下の能力はスリープ状態でもガードできるという相手のゲーム展開を狂わす能力をしており、上の能力以上に評価できるかもしれません。さて、ミステリーレアとしては評価低めですが、レベル8セラマスミ。登場時レベル7以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。パートナー赤ファイル8以上宣言スリープ。手札から赤い周1を1枚リムーブする。このキャラをリムーブし、自分のパートナーエリアかリムーブエリアにあるカード名赤い周1セラマスミを1枚まで選び登場させる。ミステリーレアを呼び出せる非常にインパクトのあるセラマスミがレベル8で登場。なんと先行4ターン目でミステリーレアを登場させることができます。
ミステリーレアを出せる前提で考えるとレベル8キャラがレベル9になりつつ AP9000 以下とレベル7以下の2年除去という破格の性能をしており、先行4ターン目に決まると一気にゲームエンドまで持ち込める可能性もありますね。レベル7羽田秀吉。登場時このキャラをスリークさせ手札を1枚リムーブしてもよい。そうした場合、自分のリムーブエリアにあるレベル6以下の赤い毛のキャラを1枚まで選び登場させる。宣言ターン1このキャラ以外の赤い毛のキャラを1枚スリークさせる。カードを1枚引く。赤系のワンショットデッキではリムーブエリアに落ちたレベル5羽田秀吉やレベル6メアリーを登場させることができればかなり優秀そうですね。またドロー能力とミステリーレア週1&セラの下能力は相性が良く、スリークさせる前にスリープガード能力を与えておき、このカードの能力でスリークさせてドローすれば実質的にノーコストでドローができます。レベル6メアリー。登場時自分の現場にこのキャラ以外の赤いキャラがいる場合、キャラを1枚まで選びスリークさせる。パートナー赤自分のターン終了時このキャラがスリープ状態の場合カードを1枚引き手札を1枚リムーブする。キャラをスリークさせる能力と手札入れ替え能力を持つカード。相手の盤面等には一切干渉しないため使いづらいですね。レベル4沖安原。ファイル7以上宣言ターン1手札からキャラ1枚リムーブする。このコストによって FBI キャラをリムーブした場合、ターン終了時までキャラを AP 足す戦士突撃事件を持つ。このコストによって赤い毛キャラをリムーブした場合、ターン終了時まで AP 足す戦士突撃キャラを持つ。レベル4でありながら FBI の赤い週1を捨てると突撃 AP6000 になれる沖安原。メリットとしては一応のレベル4キャラとして登場できますし、ファイル7で手札を捨てればレベル7のキャラ並みのスタッツで活躍できますが、デメリットとしてはレベル4としてもレベル7としても強力ではないところ、よっぽどデッキ構築をコンパクトにしたい場合に採用したいところですね。変わった構築ですが赤い毛デッキの対戦動画は公開しています。やはりレベル8セラマジュンからミステリーレアを登場させられるのは強力。続いては FBI 強化カードとしてレベル4ジェームス・ブラック。登場時手札から FBI のキャラを3枚公開してもよい。そうした場合カードを1枚引く。非常にお手軽に登場時1ドローできるジェームス・ブラック。手札を3枚公開する必要があります。ここに関しては意見が分かれるところですが、個人的に2ターン目に3枚公開は大して痛くないと思っており、 FBI はリムーブ活用が少ないため手札の FBI を捨てる意義が薄いレベル4アンドレキャメルよりも強力かなと思っています。レベル5ジョディ・スターリング。登場時自分のデッキのカードを上から1枚見る。その中から FBI のキャラを1枚まで公開して手札に加え、残りを好きな順番でデッキの下に移す。宣言手札を1枚リムーブする。ターン終了時までこのキャラは突撃を持つ。手札を増やせる可能性と手札を捨てて突撃を得られるジョディ先生。 FBI デッキでは基本的にデッキの大半が FBI のため、デッキの一番上が FBI の可能性は高く、高い確率で手札を増やせます。ここを外すと宣言ターン1で手札を捨てて突撃が渋くなりますね。これも評価が分かれるところですが、手札が増える可能性と LP があるという部分で個人的には高く評価しています。レベル3マーク。黒ずくめの謀略で陣に撃たれた FBI の1人。自分ターン終了時このキャラをスリークさせてもよい。そうした場合自分の現場にいるこのキャラの以外の FBI キャラを1枚まで選びアクティブにする。相手ターン中現場リムーブ時自分の現場にいる FBI キャラを1枚まで選びアクティブにする。先行2ターン目で登場させた後に5凸の殴り合いをする際にこのカードが横にいると、後攻3ターン目でレベル7で増えてきたスリープリムーブ能力キャラを無効化できる。いぶし銀なカードと言えます。相手が事件にアクションするタイプのワンショットにおいてもこのマークを処理できないと2枚分のガード要因になるためテクニカルな要カードと言えます。レベル5ヨシキャメル。走れ。以下から1つ選んで行う手札からアンドレキャメルを1枚リムーブしてもよい。そうした場合代わりに3つとも行う。キャラ1対2突撃キャラ1対2突撃事件キャラ1対2ターン終了時までブレッド。アンドレキャメルを犠牲にすることで突撃系能力を3回与えられるイベント。レベル5でブレッド突撃事件を与えられるのはなかなか強力で、一段レベル6セラとはかなり相性が良さげ。レベル4谷森騎士。ミスリード1。自分ターン中ターン1自分の現場にレベル8キャラが登場した時、相手の現場にレベル7キャラがいない場合カードを1枚引く。ちょくちょく出てくる苦節よ騎士カード。使えるかはちょっとわからないですね。ここからは期待の赤黒デッキをご紹介します。新たなキーワード能力として痕跡が登場。
相手がリフレッシュを行うと痕跡発見済みとなり、関連カードの性能が変化します。赤黒事件愛しい恋人さん。痕跡未発見時、自分の裏向きの証拠を1枚表向きにすることで相手のデッキのカードを上から2枚リムーブ。痕跡発見時は現場に赤と黒のキャラがいる場合、自分の証拠を3つ表向きにすることでレベル7以下のスリープ状態のキャラを1枚までリムーブします。なんと事件カードとしては珍しい直接相手のキャラカードの除去を行えるもの。ただし既存のデッキの赤黒事件では盤面を取り合うよりも直接証拠を取りに行く動きが強く、わざわざスリープ状態のキャラを証拠取った後に除去する理由は薄いため、関連カードをチェックしてみましょう。ミステリーレア回収1&ジン。事件赤黒登場時、相手の現場にいるレベル7以上のキャラを1枚まで選びリムーブする。リムーブした場合、相手はデッキのカードを上からリムーブしたキャラと同じカード名のキャラが出るかカードを10枚公開するまで1枚ずつ公開し、公開したカードを全てリムーブエリアに移す。宣言ターン1カードを1枚引く。手札を1枚リムーブするか、このキャラをリムーブする。パートナーエリア宣言か。除去しつつ相手のデッキを最大10枚リムーブできる非常に強力な能力。相手のデッキをリムーブしてリフレッシュして痕跡発見済みに持っていくというデザインですね。パートナーエリア宣言下の能力に関して、パートナーエリアに移ったこのカード自身をリムーブできる裁定が出たので、2枚目のミステリーレアを登場させる前にはパートナーエリアにあるこのカード自身をリムーブして純粋な1ドローができます。レベル8夜回週1。事件赤黒パートナー赤登場時、このキャラをスリークさせてもよい。そうした場合、レベル8以下のキャラを1枚まで選びリムーブし、以下から1つ選んで行う。痕跡発見済みの場合、自分のリムーブエリアにあるレベル3以下の黒キャラを1枚まで選びスリープ状態で登場させる。痕跡未発見の場合、相手の現場にいるキャラ1枚につき相手のデッキのカードを上から2枚リムーブする。レベル8以下除去と痕跡発見済みの場合はレベル8来を彷彿とさせるレベル3以下黒キャラ登場ができます。登場させたいキャラはミスリードキールやヘルエンジェルを登場させたいところ。ユニークなところでは痕跡発見によって証拠の総数が増えがちなので、レベル3犯人でリーサルを防いでみても良いかもですね。レベル6本堂秀美。痕跡発見済みの場合、このキャラは突撃キャラを持つ。パートナー赤登場時、痕跡未発見の場合、相手のデッキのカードを上から4枚リムーブする。このカード単体ではあまり強力そうには見えませんが、レベル7アンドレキャメル。登場時このキャラをスリークさせても良い。そうした場合、手札からレベル6以下の黒のキャラを1枚まで登場させる。パートナー赤宣言ターン1、現場にいるレベル6以上の黒のキャラを1枚リムーブエリアに移す。カードを1枚引く。このキャラをアクティブにしターン終了時まで突撃キャラを持つ。この能力は痕跡発見済みの場合に宣言できる。登場させたいキャラはこのレベル6を置くか。事件赤黒突撃。自分ターン中痕跡発見済みの場合、AP+2000。登場時自分の現場に赤キャラがいる場合、AP+1000。痕跡発見済みの際にこのウォッカを登場させると AP8000 になり、能力でリムーブすればおまけのキャラ質がつきます。赤黒事件でパートナー赤ならこのコンボは狙っていきたいところですね。レベル8キール。事件赤黒宣言スリープレベル9以下のキャラを1枚までリムーブと、自分ターン終了時以下から1つ選んで行う。痕跡発見済みの場合、カードを1枚引く。手札が6枚以上の場合、手札を1枚リムーブ。痕跡未発見の場合、相手のデッキのカードを上から4枚リムーブする。ターン終了時能力は選べると書いていますが、痕跡というシステム上、本当に選べるかは最低待ちですが、未発見でもあらゆるカードを除去しつつ、相手がデッキ4枚リムーブという、かなり強力な性能をしており、痕跡発見済みに至っては1ドローできるのは極めて強力。レベル4コルン。事件赤黒事件編登場時、手札から赤か黒のカードを1枚リムーブしてもよい。そうした場合、カードを2枚引く。この効果によってレベル7以上のカードをリムーブした場合、相手のデッキのカードを上から3枚リムーブする。事件赤黒指定の手札強化レベル4。レベル4ベルモットがカットインを要求するのと比べ、赤と黒ならば何でもいいため、あえて赤黒事件の黒単構築でこのコルンを採用してみてもいいかもしれませんね。レベル5陣。事件赤黒突撃キャラ。痕跡発見済みの場合、このキャラは突撃事件を持つ。登場時痕跡未発見の場合、相手のデッキのカードを上から2枚リムーブする。実質的にボトツ的な役割を持つ陣。他の色はボトツのカードが増えてきている中で黒はやや使いにくいカードが多い中、この陣は事件赤黒にする必要はありますがボトツとして使えそうですね。
事件赤黒の指定のある黒は確かに事件を赤黒事件にする必要はありますが、黒の組織ファンなら今までのブラックインパクトとは違った強力な構築の黒タンにできそうですね。レベル7ベルモット突撃事件赤黒解決編自分ターン中痕跡発見済みの場合、手札のこのキャラはレベルマイナスにされる。登場時痕跡未発見の場合、相手のデッキのカードを上から2枚リムーブする。痕跡が発見されると5凸になるベルモット痕跡関連カードで突撃関連カードはレベル5陣レベル6オッカレベル7ベルモットの3種類になりましたね。レベル6暗殺計画事件赤黒レベル7以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。痕跡発見済みの場合、自分のリムーブエリアにあるレベル4以下の赤か黒のキャラを1枚まで選び登場させる。痕跡未発見の場合、相手のデッキのカードを上から3枚リムーブする。軽めの除去と痕跡発見済みの場合、展開ができるイベントカードワンショット系の赤黒デッキの場合、カード要員やミスリードを除去しながらプロモレベル4オキアスバルを登場させたりできるので便利かもしれませんね。レベル3内自分ターン中痕跡発見済みの場合、このキャラは AP 足す2000する。事件編登場時相手のデッキのカードを上から3枚リムーブする。戦術のレベル8夜会週1とは相性が良く、スリープ状態ですが生き残ると AP5000 という厄介なスタッツのキャラとして現場に存在するようになります。また事件編では登場時に相手のデッキのカードを上から3枚と結構な枚数リムーブできるので、後攻1ターン目や先行2ターン目で登場させられると結構強力ですね。レベル2バーボン登場時痕跡発見済みの場合、カードを1枚引き手札を1枚リムーブする。痕跡未発見の場合、相手のデッキのカードを上から1枚リムーブする。相手のデッキにジャブ程度のデッキリムーブを食らわせられるレベル2キャラらしいバーボン。以上、赤黒デッキカードの紹介でした。全カードが公開される前に黒赤デッキの対戦動画を公開しています。赤黒事件カードかなり優秀です。続いては黄色は目玉である疾風デッキ。疾風デッキも対戦動画を公開しています。デッキパワーはかなり強め、次段環境のトップメタになりそう。ということで個別にカードを見ていきましょう。ミステリーレアは萩原千早&萩原健二。4月10日に上映予定の劇場版名探偵コナンハイウェイの打天使を強く意識した疾風デッキが登場。疾風自分のリムーブエリアにあるレベル6以下の神奈川県警か疾風持ちキャラを1枚まで選び手札に加える。パートナー期宣言スリープレベル9以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。自分ターン終了時、自分の現場にこのターン中に疾風を発動していた全てのキャラをアクティブにする。パートナーエリア発動か。新キーワード能力として疾風が登場。疾風は発動条件として自分の現場にこのターンで一番最初に登場した時、その疾風能力が発動します。制約のある登場時能力ということですね。突撃系を除けば珍しい3つの能力を持つミステリーレア。疾風能力で手札に加えたいカードとしては口述するレベル6横溝15になるでしょうか。また宣言スリープで相手キャラを除去できますが、ターン終了時に発動する3つ目の能力でアクティブに戻るため、ひらめきスリープを食らわない優秀な除去能力と言えます。レベル6横溝15萩原千早のパートナーといえばこの人。登場時、このターン中、自分のキャラの疾風が発動していた場合、自分のデッキのカードを上から2枚リムーブしカードを1枚引く。宣言ターン1スリープ手札を1枚リムーブする。神奈川県警のキャラを1枚まで選びアクティブにし、ターン終了時までこのキャラは推理できないを与える。登場時に手札を増やしつつ、手札を捨てることで神奈川県警キャラをアクティブにする能力。先ほどのミステリーレア千早健二を能力発動後にアクティブにし、再度能力発動することで2体除去が行えます。レベル8萩原千早パートナー既突撃疾風ターン終了時までアクティブ指定アクションを得る。ターン1相手の現場にいるキャラがこのキャラとのコンタクトによってリムーブされた時、キャラを1枚まで選びスリークさせる。こちらは AP8000 という高 AP とアクティブ指定アクションでキャラを倒しに行く千早さん。先ほどのレベル6横溝15と組み合わせとも相性は良さげですね。レベル8萩原健二レベル8の萩原健二が登場。宣言スリープ AP8000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。この能力は自分の現場に疾風を持つキャラがいる場合に宣言できる。相手ターン中現場リムーブ時、自分のデッキのカードを上から3枚見る。その中から疾風を持つキャラを1枚まで公開して手札に加え残りをリムーブエリアに移す。レベル8以上のカードを手札に加えた場合、手札を1枚リムーブする。
能力的に疾風デッキ専用のレベル8萩原健二。除去能力は普通といったところですが、現場リムーブ時にサーチができるのは優秀ですね。レベル4松田迅平。萩原健二に続いて松田迅平もレベル4で登場。疾風カードを1枚引く。登場時、自分のデッキのカードを上から4枚見る。その中から疾風を持つキャラを1枚まで公開して手札に加え残りをリムーブエリアに移す。残りを好きな順番でデッキの下に移す。カードを手札に加えた場合、手札を1枚リムーブする。なんと1ドローとサーチを同タイミングで行える。レベル4サーチキャラとしては最高峰と言っても過言ではない性能を持っていますね。疾風デッキを構築するなら間違いなく3枚は持っておきたいところ。事件カード風の女神。萩原千早、初登場エピソードが事件カードとして登場。解決編宣言ターン1手札から神奈川県警か疾風を持つキャラを1枚リムーブする。このターン中、次に自分の現場に登場したキャラは疾風の条件を無視できる。疾風サポートの事件カードが登場。特定の手札を捨てる必要がありますが、証拠をめくる必要がなく、次に登場するキャラの疾風条件を無視できるため、レベル7以下で疾風能力持ちのカードを採用するなら必須の事件カード。レベル7宮本由美。解決編疾風自分のリムーブエリアにあるレベル6以下の警察キャラを1枚まで登場させる。宣言スリーク警察のキャラを1枚まで選びターン終了時まで AP 足す2000。最近増えてきたキャラを展開するレベル7キャラの宮本由美ですが、疾風能力としてなんとこのキャラ自身も登場したキャラもスリークさせずに登場できる能力になっています。疾風能力は疾風持ちがターン最初に登場しなければならず、その条件を無視して疾風を発動できる事件カード風の女神と組み合わせて使うのが前提になりそうですね。警視庁サポートが続いた宮本由美ですが、警察サポートと対象が広がったため様々なキャラと組み合わすことが可能ですね。特に疾風サポート能力を持つ横溝15と組み合わせると、手札をプラマイゼロにすることができるため、デザイナーズコンボといったところでしょうか。レベルに三池なエコ。疾風相手の裏向きの証拠を1つまで選び、表向きにする。カットイン自分ターン中 AP 足す2000。疾風能力を発動するためにはターン最初にこのキャラを登場させる必要があり、レベル2のこのキャラを最序盤以外でターン最初に出すのはかなりの悪手となるため、キャラカードとして一応の疾風能力を持たせることで、疾風サーチやリムーブエリア回収に使えるようになっているのでしょうね。レベル4羽鳥警部。萩原千早登場エピソードの消えた誘拐犯の冒頭に登場した羽鳥警部。事件編疾風突撃事件を持つ。解決編登場時このキャラをリムーブしてもよい。そうした場合、カードを2枚引き、手札を1枚リムーブする。レベル4では初となる突撃事件。LP0 のため先行2ターン目で相手がボトツを持っていないことを祈りながら事件突撃するようになりますね。解決編登場時の能力はなんとすぐさまリムーブして2枚引いて1枚リムーブ。正直微妙。以上、疾風関連カードでした。疾風関連カードではありませんが、風の女神原作関連カードとしてレベル6遅延台や風の女神のエピソードの犯人、何気にアガサ博士、コナン、千早を殺そうとした結構ヤバいやつ。登場時手札を1枚リムーブしてもよい。そうした場合、自分のリムーブエリアにある遅延6絵を1枚まで選び登場させる。レベル6遅延6絵。宣言スリープ現場にいる遅延ダイヤを1枚スリークさせる。レベル8以下のキャラを1枚まで選びスタンさせる。展開、スタンとやってることは結構強力。とはいえ、他のカードとのシナジーがなさすぎるため現代環境では採用は難しいですね。過去のテーマ強化も多数収録されており、レベル4佐藤美和子。登場時自分のデッキのカードを上から3枚見る。その中から高木渉を1枚まで公開して手札に加え、残りをリムーブエリアに移す。手札を増やす形で高木渉をサーチできるレベル4佐藤美和子。レベル4佐藤美和子といえば長らく黄色の4枚サーチの定番でしたね。カードをリムーブエリアに送れるため、揺れる警視庁の能力やレベル7高木のためのレベル5佐藤美和子をリムーブエリアに送ったりもできるので、十分に採用圏内と思います。レベル5高木渉、絆佐藤美和子突撃。絆佐藤美和子相手ターン中、自分の現場にいる佐藤美和子を AP 足す1000する。佐藤美和子がいることで突撃を得たり、相手ターン中の佐藤美和子の AP を上昇させられます。後方2ターン目や先行3ターン目では佐藤美和子が現場にいないと突撃できないデメリットはあるものの、佐藤美和子を相手ターン中 AP 足す1000はなかなかに強力で、ミステリーレア高さが AP9000 になれば AP8000 以下除去への耐性を得られます。レベル4千葉和信、宣言リムーブエリアに移す。
自分の現場にいる佐藤美和子か高木渉を1枚まで選びターン終了時まで AP たす2000する。現場から離れることで AP たす2000上昇させられる千葉警部。おそらく使うことはないと思います。レベル4横溝さんも横溝のお兄ちゃんの方。宣言ターン1星滝のキャラを1枚まで選びターン終了時まで AP たす1000する。ひらめきリムーブエリアにある横溝15か毛利小五郎を1枚まで選び手札に加える。正直ちょっと使いにくい。レベル2諸伏広光カットイン AP たす2000でヒロが登場。レベル5諸伏高明。このキャラのコンタクト中に自分が諸伏広光か長野県警のキャラのカットインを使用した時、そのコンタクト中このキャラを AP たす2000する。実質的に AP9000 になれる諸伏高明。空城の警から突撃を持たせてカットイン込みでコンタクトに入れば AP7000 までのキャラをほぼ確定でリムーブできますね。レベル7で蚊だらけの店 AP8000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。このターン中自分の現場にキャラが登場していない場合、自分のリムーブエリアにあるレベル4以下の警察のキャラを1枚まで選び登場させる。実質的に疾風持ちの除去しつつ展開できるイベントカード。高校3ターン目に発動できるとかなり強力なものの、それ以降のタイミングでは使いにくさが目立つカードですね。最後に黒。まずは藍色のスクメイで登場した現場リムーブ時カードの強化としてレベル6ラム。登場時このキャラ以外の現場リムーブ時を持つキャラを1枚まで選びターン終了時まで突撃を与える。相手ターン中現場リムーブ時相手のデッキのカードを上から4枚リムーブしてもよい。なんと地味に赤黒デッキのような相手デッキのカードをリムーブもできますね。相手ターン中現場リムーブ時を持った赤黒デッキ系のカードは存在しないため、青黒デッキと赤黒デッキの能力を持った変わったカードとなっています。レベル7は北金のり。パートナー黒解決編登場時このキャラをリムーブしてもよい。そうした場合手札からレベル8以下のラムを1枚まで登場させる。相手ターン中現場リムーブカードを1枚引く。青のカードでありながら黒のラムを登場させられるカード。レベル8ラムを採用している青黒デッキなら採用を検討してみても良いでしょう。そして数少ない黒の汎用カードとしてレベル5キャンティ解決編宣言スリープ。このキャラと同じ AP のキャラを1枚まで選びリムーブする。自力では AP3000 のキャラのカードしか除去できませんね。 AP3000 のカードは採用は増えてきたもののデッキにおそらく3枚程度くらいしか採用されないことが多く、解決編以降の制約も厳しいため閉ざされた秘密のような黒の AP 上昇事件カードが来ない限りは5凸や5キャラ鉄を採用した方が良いでしょう。レベル3ブスジマキリコ。コナンの世界の暴力団ペイ3階の女幹部。ペイ3階は黒ずくめの組織とちょくちょく付き合いがあり、エピソード1小さくなった名探偵においての後付け設定ですが、1話のジンとウォッカの取引相手がデイ3階関係者です。また死闘のカードで京極さんとランに吹き飛ばされているのもデイ3階の連中ですね。相手ターン中現場リムーブ時、自分の現場に黒ずくめの組織のキャラがいる場合 AP3000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。ひらめき自分の現場に黒ずくめの組織のキャラがいる場合 AP3000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。地味に強力なレベル3キャラ。先行2ターン目や後攻1ターン目で登場されると、後に5凸の殴り合いを仕掛ける際に横にいた場合には相手からすると5凸の返しがしづらくなるため優位に立てて、ひらめきも風神剣のように解決編の縛りがないため、先行2ターン目の牽制の事件アクションでこのカードを踏んだ際は一気に劣勢に追いやられますね。レベル8犯人 ID1039 はデッキに何枚でも入れることができる。宣言ターン1スリープ AP8000 以下のキャラを1枚までリムーブする。なんとレベル8の犯人が登場。さらにプロモレベル2犯人を彷彿とさせるデッキに何枚でも入れられる能力と、宣言スリープで AP8000 以下という極めて普通の能力をしていますね。レベル7犯人事件犯人宣言ターン1スリープレベル7以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。なんと宣言スリープでレベル7以下のキャラをアクティブであろうとリムーブしてしまう。レベル7ベルモットよりも強力な除去能力のレベル7犯人。ところで条件の事件犯人って何ですか？レベル8期事件犯人自分のパートナーをスリープさせ手札を1枚リムーブし、自分のファイルエリアにあるカードを上から2枚リムーブしてもよい。そうした場合自分のリムーブエリアにあるレベル8以下でそれぞれレベルの異なる特徴犯人のキャラを5枚まで選び登場させる。このターン中ネクストヒントはできない。かなり重めの制約があるものの、リムーブエリアから犯人をボス登場させることができる極めて強力な能力。
カットインレベル3犯人の自滅能力は同時に登場した際は発動しないため問題なく並べることができます。事件カード犯人たちの犯行。多数の犯人が描かれたインパクト抜群な犯人特徴の事件。自分は事件解決できない。解決編宣言ターン1デッキのカードを全てリムーブする。自分の証拠を全て表向きにする。自分の証拠に特徴犯人のカードが8枚以上ある場合、相手はゲームに敗北する。コナンカードにおけるパートナーカード以外による勝利条件を持つ事件カード。ただしその条件はかなり厳しく、合法であっても証拠を8枚貯めなければならず、さらにその証拠が犯人でなければ無意味なため、強力なゴトツや迅速をデッキに採用しようとすると、そのゴトツや迅速のカードが証拠になってしまった場合は勝利条件に意味のないハズレカードになるため、デッキのカードは特徴犯人カードで固める必要があります。現段階ではネタカードの域を出ていませんね。そしてなんと疾風のきらめきでは封入率が変更されており、最上位レアリティのうちのミステリーレアパラレル、スーパーレアパラレル、シークレットが箱1枚確定。既存のボックスではおよそ2箱に1枚の割合だったためかなり嬉しいニュースですね。一方、おそらくレアパラレルの封入枚数が減るため SRP のシングル価格が下がりそうな一方 RP のシングル価格は上昇しそうですね。長い動画となりましたが以上となります。球団環境も頑張っていきましょう。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。